こんにちは、千代子です。ようこそおいでくださいました。前回の動画では、100均のギターにピエゾピックアップをつけてみてホクホクしておりましたが、調子に乗ってエレアコの次はエレキギターだとばかりに挑むことにいたしました。さすがに100均のギターは小さすぎてエレキ用のピックアップは取り付けられませんので、一から作ることにしました。材料を購入したりはせず、うちにあるものだけで調達。弦やペグを含め楽器用のパーツとして作られたものは一切使用せず、100均や手芸用品店で買っておいたものや廃品だけで作ってみようと思い立ったのです。しかもプリアンプだけは前回の動画で自作した簡単な回路がありますが、アンプやエフェクターは持っていません。音はフリーソフトを使ってパソコンのスピーカーから出そうという暴挙に及んだのです。アクスティックギターと違ってエレキギターには共鳴箱がいらず、形にある程度自由度があるというので、とりあえずは弦が腫れているものを作ればよいかなと。弦はビーズ細工用のもの、細いメタルワイヤーです。磁石にくっつくことは確認しています。ケーブル類はすべて100均のものを使いました。壊れたイヤホンを改造してジャンプ線につなげるようにしたり、ミニジャック用延長ケーブルを切り開いてジャックソケットにハンダ付けしたり、ギター専用のケーブル、シールドというのですよね。6.5 ミリのジャックにつなげられる太いモノラル用のオーディオケーブルに比べるとかなりしょぼいです。さて DIY だろうが工作だろうが、エレキギターと呼ぶためには磁気コイル型のピックアップが必要です。前回動画で使用したエレアコのピックアップは圧力によって結晶に生じる電位差を利用して音を電子信号に変えていました。対してエレキギターのピックアップは鉄製の弦が動くことによってもたらす磁界の変化として音の情報を伝えます。これはいろいろな方がわかりやすく説明してくださっていることなのですけれど、ピックアップは磁性体を取り巻くコイルでできていて、その上で鉄のように磁性を帯びる弦が動くと電磁誘導で電流が流れる。それによって音の情報を電子信号にできます。その信号をいじっていろいろなエフェクトをつけている。物理の授業で出てくるファラデーの法則、フレミングの法則が音楽を作っている。今までの人生で知らずに過ごしてきたことなのですが、エレキギターの世界って奥が深いんですね。シングルコイルのピックアップの作り方のお手本はネットにいっぱいありますが、一言で言うと2枚の板を6本の金属の棒でつなげ、導線でぐるぐる取り囲んだもの。ちょうど手頃な太さのバルサ材の切れ端があったのでプレートにします。本当はもっと硬い素材を使うべきなのでしょうけれど、木材加工の道具なんてろくなものを持っていないので、ノコギリカッターや千枚同士でも形を作れて、発泡スチロールなどと違って静電気の心配もないバルサ材は助かります。この6本の柱は磁石か強磁性体でなければならないので、お手本に倣って鉄のボルトの頭にネオジウムの磁石をつけました。ネオジウム磁石はリードスイッチを買った時についてきたものを使いましたが、100均などにも売っているのですよね。この6本の周りは極細の導線できれいにしっかりぐるぐる巻かれています。本格的に試作する人はコイルを巻く道具作りから始めるようですが、もちろん私は手巻きです。本物には直径が1ミリより小さい導線が使われているのですが、そこまで細い導線はなく、とことん DIY 派の YouTuber さんの中には、古くなった電気プラグや変圧器から導線を回収して使用される方もいますが、私はうちにあるもので一番細いこちらの導線を出してきました。本物よりも太さが一桁違いますが、もっと太い導線でちゃんと機能するピックアップを作っていらっしゃる方の動画もあったので、大丈夫だろうと楽観的に考えていました。いや、これは楽観的というよりも短絡的でした。長い時間をかけて手を痛くしてぐるぐる巻きました。巻き始めと巻き終わりがいわゆるホットワイヤーとコールドワイヤー。
ホットは自作プリアンプの入力信号、コールドはアースへ。あり合わせのアルミ箔や銅のメッシュを組み合わせてファラデーケージも作り、ノイズに備え万全の体制でアンプとスピーカーにつなげたつもりでした。昔作ったカンカラ三振に鉄製の極細クラフトワイヤーを弦の代わりにしたもので試運転。後で知ったのですが、磁石をつけた側を下にするものだったようですね。それにしても音が出なさすぎ。3日3晩接続をいじってみたり、オーダーシティでスペクトルを出してピークの位置に一喜一憂したり、ですね、これ始める前に実は人工知能さんたちにも聞いてみたんですよ。そしたらこちらの方もコイルに使う導線は太すぎるし、100均のイヤフォンケーブルじゃノイズが大きすぎるし、自作プリアンプだけでは心もとなさすぎるし、無理ですと言われていたのですよね。でも諦めきれない。人工知能さんたちはピックアップ用の細い導線を買いなさい。オーディオケーブルはちゃんとしたギター用のシールドを用意しなさいとおっしゃいます。またデジタル信号としてパソコンに取り込むには、私が普段使っている安物の USB サウンドカードではなくて、ちゃんとしたオーディオインターフェースを使用するようにと。でも家にあるものだけで世界最安値のエレキギターを作ってみたいという大いなる大志ではなくて、無謀な野望というよりも変なこだわりを諦めきれないと、そんな時ふと気がついてしまいました。この導線エナメルコーティングと書かれてない。もしかして絶縁されてないからダメなの？マルチメーターを使ってみると、このクラフト用の導線はどの2点を取っても通電しています。つまり重ねて巻いているから、その辺でショートしまくっているというわけですね。それではまともな誘導電圧は得られないぞと。これがこういう絵に描いた餅としてしか電磁誘導を習ったことがない素人の悲しさ。こんなことに気がつかなかったのです。実用に使う電磁誘導のコイルはこんなにスカスカに巻かれているわけじゃないですもんね。どうしよう。絶縁されている古い導線はブレッドボードにさせるジャンプワイヤーの太さのものしかない。うちにあるものだけで賄いたかったけど仕方ない。これだけは注文するか。ピックアップ専門の導線よりは若干太めですが、直径 0.1 ミリで一巻き15メートルのものが5つ入っていて数百円というのがあったので注文したのです。届いてみたら、これって本当に15メートルあるんでしょうか。ボビンの円周が6センチか7センチほど。数えてみたら全部90回から100回程度巻かれてあっただけなので、たかだかどれもこれも6、7メートルしかないじゃないですか。そんな、これはちょっとひどくないでしょうか。商品説明には確かに正確に15メートルではなくて約15メートルとなっていますが、でもいくらなんでも半分以下の場合は約とは言えないでしょう。と、商品説明が信用できないのなら、他の細いエナメル導線を物色する気力もなくなり、居直って、じゃあうちにあるもので何とかしてやると、必要に応じて短く切ってジャンプワイヤーとして使っているこちらの導線を使ってみることにしました。はい、分かっております。これ太さ 0.6 ミリ。ちゃんとしたピックアップの導線のちょうど10倍の太さです。巻いてみたらこのもっさり感、いかにもやぼったい。コイルの巻き数が圧倒的に少なすぎます。でもこれ、コールド線もホット線もジャンプワイヤーにハンダ付けする必要がないのはとってもハンディなどと強がって空笑いをしながら配線。試運転のために空き箱とおもちゃの積み木で1弦ごとのようなものを作りました。まあ弦の音が出てこないのは無理のないことなのですが、でもですね、無理やり増幅させてみるとどうでしょう。ホワイトノイズじゃないんですよ。こんなかっこ悪いピックアップでも
まごうことなき電磁誘導が起きている証拠は見て取れます。スピーカーから音出してきてないのに往生際が悪いと言われようがなんだろうが、弦の振動が電磁誘導によって電子信号としてパソコンに取り込まれているということは声高らかに言えます。弦が奏でている音の情報はそこにあるのですから、原理的には取り出せるはず。弦を弾いてない部分をサンプリングしてノイズ処理をかけてみましょう。聞こえますよ。まだまだノイズだらけだし、音量も小さいけれど、デジタル化された弦の音がそこにあります。それならと、同じ鉄製のクラフトワイヤー6本を使ってギターの形にしてみました。これカラーワイヤーなので6本全部違う色にもできるんですよね。ネックはこちらの廃材。ボディはどうせ段ボールという情けない素材なのだからと開き直ってイグアナの形にしました。遊び心って大切です。ハテナマークのネジをブリッジの代わりにして、ペグは超ネジで一応チューニングだってできます。もっとも実際問題として数十秒しか持ちませんけどね。オーダーシティで録音してボリューム増幅やノイズ処理を手動でというのは音出しとは言えないので、別のフリーソフトギタリックスのお世話になります。Qジャックコントロールを起動させ、インストールしたばかりのギタリックスを立ち上げます。ギターを弾く人にはこれらのつまみやスイッチ類が何のことかわかるのでしょうけど、私が使いこなすには時間がかかりそう。ギターらしい音とは到底言い難いのですが、でも弦を弾いたタイミングで何か言っているのはわかります。意地を張って家にある材料だけで作ってみたエレキギター。音が出ました。それはひどいものではありますが、でもリアルタイムです。大きな前進です。というわけで、段ボールのエレキギターからの音の情報をパソコンが拾えたというところで、一旦千代子工房はちゃんとしたピックアップを使った場合との比較を行ってみることにし、ネットで一番安いものを注文しました。P90 というタイプで、この形のものは石鹸みたいだからソープバーと呼ばれているそうです。カバーを取ってみるとワックスで割れていますが、中身は基本的には私の自作ピックアップと同じような構造だと思われます。線が1本しかないので、と思ったのですが、外側のメッシュがコールド、すなわちマイナス側、内側のワイヤーがホット、プラス側だそうです。まずはプリアンプも通さずにオーダーシティで録音してみます。再生してみると音出ます。こんな原始的な設定なのに、エレキギターを弾く方には当たり前なのでしょうけれど、私には衝撃でした。プリアンプもつけてみたら、さらにテンションが上がりました。自作のプリアンプ、ちゃんと仕事をしています。100均のエレアコの時は効果があまりわからなかったのですけど、今度は明らかに音が違います。やはり製品として売られているピックアップは安価なものでもすごいですね。この黒いソープバーをイグアナギターにセットしてみました。段ボール2枚の間にお菓子の空き箱にプリアンプとピックアップを入れました。電池を変えるときはマジックテープを外せばいいです。こうしてパソコンで生よりも大きな音を出せるようになりましたので、次はエレキギターらしいエフェクトですよね。何かよくわかりませんが、ギタリックスで音を変えられるようになりましたということはわかりました。同じことがパソコンじゃなくてラズパイでもできるか、そのうち試してみたいです。というわけで、あり合わせの材料のギター試作第1号、弦もペグ、ブリッジもすべて楽器用ではない代用品。
ボディは段ボール、ネックは廃材、ピックアップも太すぎる導線をはじめとするあり合わせの材料。何しろピックアップの材料にかなり無理があるので、音楽を奏でられるようなものではありませんが、電池誘導のデモにはなりました。ピックアップにもうちょっといい材料を使えば、音もいくらかはまともになるかもしれません。そして1000円程度でも製品化されているピックアップを用いたら、そこそこギターらしい音が出ました。音出しできてエフェクトもかけられました。次はペグを使ってチューニングも安定したものに挑戦したいです。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければコメント、チャンネル登録をしていただけると大変励みになります。次回もどうぞお越しくださいませ。